クズの葉狐。昔、摂津の国安倍野に安倍野安名という男が住んでいた。ある日安名は篠田明神に詣でた後、休息をとっていた。すると、藪の中から狩人たちに追われた狐が逃げ込んできた。その狐は美しい狐で、安名と目が合うと、じっと見つめた後、安名の後ろに身を隠した。まるで助けを請うているかのようであった。時を移さず、狐を追った狩人たちがやってきた。その狩人は、巷で悪右衛門と呼ばれる荒くれ者で、石川右衛門の城常平という男だった。狐の生き肝を取るために狐を飼っていた。常平は言った。邪魔立てをするな。狐をよこせ。安名はその美しい狐をかばい、常平の前に立ちはだかった。一瞬睨み合いが続いたが、双方の刀に手がかかるとすぐに切り合いとなった。安名は刀を振り、襲いかかる刃から身をかわしたが、多勢に無勢、次第に押され、手傷を負い、ねじ伏せられた。狐はというと、切り合いの隙に逃げおおせたようであった。邪魔立てに遭い、狐を逃し、怒り狂っていた常平が、安名の首をはねようとした。その瞬間、常平の大旦那、来藩和尚が通りかかった。来藩和尚は、常平をなだめ、なんとかその場を収めた。安名は、一命を助けられた。手傷を負った安名は、近くの谷川まで行き、傷を洗い、喉を潤した。ふと、人の気配を感じ、顔を上げると、美しい女が歩いている。心身ともに疲れ果てていた安名は、その美しい女に見とれ、一時の安らぎを覚えた。が途端に女は足を滑らせ、川の中に落ちそうになった。安名はとっさに駆け寄ると、抱き留めた。女は頬を染めながら、熱く礼を言ったが、安名の怪我や疲れ果てた様子に目を留めると、まあ、お怪我をなさっているご様子、どうぞうちにいらして、お怪我の手当てをさせてください。と、慌てた様子で言った。安名は、その美しい女に勧められるままに、女の家へと足を運んだ。家に着くと、女は海外しく世話を焼き、安名の傷は2日、3日と次第に癒えていった。しかし、二人はどうしても別れようとはしなかった。いつしか二人の間には愛が芽生え、安名は家を捨て、そこにとどまり、夫婦となったのである。女はクズの葉といい、美しいだけでなく、働き者で、安名とも大層気が合っていた。安名は野良仕事に勤しみ、クズの葉は機織りに精を出す幸せな日々であった。やがてクズの葉との間にかわいい男の子が生まれ、童子と名付けられた。
その男の子がすくすくと育ち、7歳となったある日、いつものように安名が野良仕事に出かけた時のこと、家に残っていた葛の葉は、近くの菊の花が美しく咲き乱れるところで、じっとその花に見入っていた。その菊の花がまるで極楽に咲き乱れる花のように、あまりにも美しく見事に咲いていたので、葛の葉は時間を忘れ見入ってしまった。そしていつしか心がうつろになっていった。母上！子供の吉祥の声にはっと我に返った葛の葉は、自分の姿が狐に戻っているのに気がついた。この葛の葉はかつて篠田の森で安名に命を助けられた狐だった。切り合いとなった時に通りかかり、安名の命を救った来藩和尚も、この妻となった葛の葉も、安名の命を救うため、そして恩返しをするために人の姿に化けたあの狐だったのである。あらぬ姿を見られてしまった葛の葉は、やがて寝入った我が子にあて、障子に一首書き留めた。恋しくば訪ね来てみよ泉なる、篠田の森の恨み葛の葉。葛の葉は愛する我が子と夫に名残を惜しみつつ、この家を後に去っていった。やがて安名が野良仕事から帰ってくると、葛の葉の正体とすでに去っていってしまったことを知り、たとえ狐であろうとも、この愛情はそんなつれないものではあるまいに、と嘆き悲しんだ。そして童子と共に後を追い、篠田の森に急いだ。二人は篠田の森に着くと、葛の葉を求め名を呼びさまよったが、そこには葛の葉っぱが二人の声に応えるように、ただざわめくだけであった。その後、残された二人は二度と葛の葉に会うことができなかったとも。葛の葉に出会い、水晶玉と黄金の箱を受け取ったとも言われている。この童子は後に生命と改名し、有名な陰陽師安倍の生命となったのである。